皆さんこんばんは。三島由紀夫です。成仏しかけていたところ、現代日本の美意識なるものがうるさく耳に入ってきたので、少々読みの国からクレームをつけに参りました。今日は日本の美意識が復活しただの、ミニマルだの、わびさびだのと置かれている風潮を本音でぐったぎってみましょう。まず申し上げますが、日本の美は決しておとなしいものでも省エネでもありません。日本の美とはもともと地と時間と取り返しのつかなさを背負った危険物です。桜が美しいのは散るからです。散ることを前提に咲いているからです。ところが今時の美意識ブームはどうでしょうか。壊れることを恐れて最初から何も持たない断捨離、余白だらけの部屋に白い壁、無表情な机、あれをわびと呼ぶのは少々わびさびに対する侮辱ではありませんか。近頃は物を持たない暮らしが美しいとされているようですね。しかし本当に何も持たないのは悟りを開いた構想と全財産を売った破産者ぐらいのものです。今流行しているのはそのどちらでもない。心の仲間で片付けて欲望も理想も葛藤も責任も全部ミニマルにしてしまった人々です。部屋はきれいになったが魂の方は見事に空き家でございます。日本の伝統が若者に再評価されていますと大層結構なニュースも耳にします。茶道書道陶芸地方の祭り。ところがそこに横たわっているのは可愛い、映える、落ち着くといった実におとなしい理由ばかりです。私から見るとそれは毒抜きされた伝統に過ぎません。本来茶室というのは権力者が首を洗っていり刀を外して命が守られるかどうかも定かではない空間だったのです。今の茶室はどうですか。心拍数が1ミリも上がらない。リラクゼーションなどと称するならいっそ最初から喫茶店でよろしい。美というものは本来人間に不安を与えるものです。金閣寺を前にして私が小説で描いたのはあまりに完全な美の前で人間が感じる疎外と狂気です。ところが現代の美意識は人を不安にさせないよう角を丸め色を薄め温度を下げた傷つかないための美、疲れないための美、つまり安全運転の美です。そんなものは美の名を借りた精神安定剤に過ぎません。さらに滑稽なのは、自然との調和が流行語のように語られていることです。庭に小さな苔玉を置いて自然とつながる暮らしですと。笑わせないでいただきたい。自然というのは本来台風で家を吹き飛ばし、地震で町を飲み込み、津波で歴史ごとさらっていく恐るべき暴力です。日本人はその暴力のただ中でどうにか折り合いをつけるために無常という思想と季節という美学を編み出したのです。ところが現代の自然好きは都合のいいところだけ切り取ったレトルトの自然。雷は嫌だが夕焼けだけは好き。土砂崩れは遠慮したいがもみじは欲しい。それを日本的感性と胸を張られても自然の方が苦笑していることでしょう。日本語が美しい、丁寧な言葉遣いが大切だと、これも耳障りは良いのですが、さてあなた方の口から出ている日本語の何割が本音でしょうか。心にもないお世話になっておりますを日に100回唱え、腹の底では軽蔑している相手にいつもありがとうございますと頭を下げ、会議で誰も何も決めないのに前向きに検討しますと言って帰る。この国ほど美しい言葉で真実を包み隠す技術に長けた国はない。私が戦後日本を批判したのはまさにその空虚な礼儀の反乱でした。言葉に魂がないのに日本語の美を語る資格などどこにありますか。もう一つ、私が読みの国から眺めていてひどく気になっていることがあります。それは自分を大切にという呪文が美意識の名前でルフしていることです。もちろん自分を大切にすることは悪くない。しかしそれがいつの間にか傷つかないように生きる権利だけを肥大させてしまった。傷つくことを極端に恐れ、批判を嫌い、議論を避ける。そのくせ自分らしく美しく生きたいと願う。残念ながら美とは必ず痛みを伴うものです。筋トレをすれば筋肉が裂け、恋をすれば心が裂け、芸事を極めれば日常が裂ける。その裂け目から地がにじむところに美はようやく芽生えるのです。日本の美意識の革新は壊れやすさをめでるところにあります。壊れないものをありなんがるのは銀行の金庫とコンクリートの高層ビルくらいのものです。日本人は壊れると知りながら手をかける。散ると分かっていて桜を待つ。崩れる宿命を背負った木造の家に手間暇かけて磨きをかける。そういう愚かさとしつこさの混じったところに日本の美は住んでおりました。今の日本はどうでしょ
壊れやすさをめでるどころか、壊れません、汚れません、面倒いりませんと宣伝する商品だらけ。そこには手をかける喜びも、時間を差し出す覚悟もほとんど存在しない。経済大国になる過程で、日本は随分多くのものを手に入れました。けれども、その代わりに売ったものも同じぐらい多い。私が生前に警告した空っぽな無機質の不裕な国に、皆さんは今ほぼ予定通り到着しているわけです。そこへ来て、精神的な豊かさが大事ものではなく、心の時代と言い出した。遅い。遅いが、まだ間に合わないと決まったわけでもない。では、これからの日本で本物の美意識を取り戻すにはどうすればいいのか。私は3つだけ申し上げます。第一に、ラクナビから距離を取ることです。居心地の良さだけを求めるインテリア、心拍数の上がらない伝統文化、何もかけないおしゃれ、そういうものをね、一度疑ってみてください。あなたが本当に美しいと思うものは、あなたから何かを奪うはずです。時間かお金か体力か評判か、何も失わない美は大体偽物です。第2に、壊れやすさに自分の身を置くことです。完璧ではないもの、いびつなもの、すぐダメになりそうなものをあえて選んでみる。使えば傷がつく器、切れば擦り切れる服、雨で崩れていく祭りの出汁。ねえ、そういうものを2時間をかけ、手をかける。その面倒くささこそが美意識の筋肉を鍛えます。日本の美は効率と正反対のところに宿るのです。第3に、言葉と行動を揃えることです。どれほど美しい日本、伝統文化の継承、特地にしても、実際には安物を使い捨てにし、便利さばかりを優先しているなら、それはもはや冗談にもなりません。私が生涯をかけて示そうとしたのは、思想と肉体を一致させるという愚直なまでの試みでした。そこまでやれとは申しませんが、せめて口で言うほどには日常の選択を変えてみてはいかがでしょうか。最後に一つだけお願いがあります。日本の美意識を観光パンフレット飲み出しのように軽々しく使わないでいただきたいのです。それは焼け跡を歩いた人々が、戦国の戦場で首を洗った武士が、飢饉の冬を俳句に刻んだ農民が、無名の職人が黙って差し出してきた時間と命の堆積です。あなた方が今、何気なく、ナゴモダン、わびさびカーズと呼んでいるものの下には、そういう歴史が黙って横たわっている。その静かな重さに少しだけ耳を澄ませてみること。それが、この国の美ともう一度きちんと向き合うための最低限の礼儀だと私は思います。というわけで、日本の美意識は今どこにいるのか。答えは案外単純です。あなたの部屋の余白の中にはいない。あなたの口先の美しい日本語の中にもいない。あなたが面倒くさいと敬遠してきた場所、壊れそうで怖くて近づかなかった領域、そこでひっそり息を潜めている。その扉を開ける覚悟があなたにあるかどうか。美意識の問題とは結局その一点に尽きるのです。